今回は RX78 の6、ガンダム6号機、マドロックを製作していきたいと思います。この機体はジオン兵士の立場で機動戦士ガンダムの世界を体験できる、プレイステーション2用リアルタイム戦術級シミュレーションゲーム。プレイヤーはジオン軍モビルスーツ部隊を率いて一年戦争を戦い抜く、ジオニックフロントというゲームに登場する機体です。最初のガンダムのプラモデルの箱には RX78 としか書かれていませんが、だんだん設定が増えて、昨年発売された7号機まで HG で発売されています。5袋にチラシ、取扱説明書が入っています。取扱説明書としては8ページありますが、実際に作る部分は6ページです。足などは2個ずつ製作という部分が結構あるので、そんなに時間はかからない感じがします。未完成版と完成版を選べるようになっています。最後は武装類ですが、あまり多くはないです。A パーツは多色成形のパーツになっています。頭部やシールド、ビームライフルなどがあります。B1 パーツはシールドや足、アンクルアーマーなどがあります。B2 のパーツは先ほどと同じようなパーツです。C1 のパーツはグレーで関節部分などのパーツがあります。300mm キャノン砲のパーツもあります。C2 のパーツは先ほどと同じようなパーツです。D パーツは黄色の部分のパーツになります。同じものが2枚あります。E パーツはダークブルーのパーツで、ショルダーアーマーなどのパーツです。同じものが2枚あります。ポリキャップは002番です。ビームサーベルは SB13 です。シールとマーキングシールが付属しています。すべてのパーツを並べると11パーツでシールが2枚になります。それでは製作していきます。下側の穴にこのパーツをはめて、左右にポリキャップをはめます。背中側のパーツをはめます。襟の部分のグレーのパーツをはめます。ハッチ部分の黄色いパーツをはめて、グレーのパーツに取り付けます。奥までしっかりとはめます。首のジョイントパーツを取り付けて、先ほど組み立てたパーツを前方に取り付けます。黄色のパーツを左右にはめます。白いパーツの突起部分にポリキャップをはめます。そのパーツを先ほど作っていた胸部のパーツにはめます。マスク部分の白色のパーツをはめます。頭部の後ろ側のパーツに取り付けて、前側のパーツをはめます。アンテナのパーツを取り付けて、中央にダークブルーのパーツを取り付けます。ダークブルーのパーツが簡単に外れたので、接着剤で貼りました。上下の突起部分にパーツをはめます。反対側のパーツをはめてポリキャップをはめます。黄色のパーツをはめて白色の腕のパーツにはめます。挟み込むようにもう一つのパーツを取り付けます。腕の外側のパーツに黄色のパーツを取り付けます。先ほど作ったパーツを腕の外側に取り付けます。白いパーツを通して上側にグレーのパーツをはめます。ハンドパーツに甲のパーツを取り付けて腕に取り付けます。これで右腕は完成です。左腕は似た作りなので飛ばします。ポリキャップを取り付けて反対側のパーツを挟み込むようにはめます。これで未完成版のショルダーアーマーは完成です。ポリキャップを取り付けて外側に黄色いパーツを差し込みます。その下側の穴に白色のパーツを取り付けます。反対側のパーツを挟み込むようにはめます。白色のパーツの突起部分が穴にはまっていないと綺麗にはまらないので注意が必要です。前後に黄色のパーツを取り付ければ完成版のショルダーアーマーは完成です。同じものを2つずつ作っておきます。まずはポリキャップを取り付けます。足の黄色いパーツを2つはめて上側から先ほどのパーツをはめます。アンクルアーマーを左右からはめます。同じものを2つ製作しておきます。上側と下側の突起部分にパーツをはめます。反対側の膝関節部分のパーツをはめます。下側にポリキャップをはめておきます。穴の形と突起部分の形を合わせて取り付けます。反対側も同じように取り付けておきます。足首部分のパーツにポリキャップを取り付けます。ふくらはぎ部分の下側に取り付けます。上側には膝関節部分のパーツを取り付けます。ダークブルーのパーツをはめて足の前側にはめます。太もも部分のパーツを差し込みます。足首より下のパーツを取り付けます。同じものを2つ製作しておきます。グレーのパーツにポリキャップを取り付けて上側から差し込みます。先ほど作った足のパーツに取り付けます。ダークブルーのパーツに白色のパーツをはめます。ダークブルーのパーツの裏側から黄色のパーツをはめます。このパーツを先ほどのパーツにはめます。
ふくらはぎ部分の白色のパーツに取り付けます。内側にはシンプルなパーツを取り付けて、外側には先ほど組み立てたパーツを取り付けます。これで完成版の右足は完成です。左足は右足と似ているので飛ばします。下側に股関節部分のパーツを取り付けます。リアアーマーを取り付けて上側の突起部分にポリキャップをはめます。上側にシールを貼ったダークブルーのパーツをはめます。フロントアーマーに黄色のパーツを2つはめます。フロントアーマーを独立して動かしたい場合には真ん中の部分を切ります。先ほど組んだパーツのへこんでいる部分にはめます。前側にはめておきます。サイドアーマーにポリキャップを取り付けます。同じものを2つ製作しておきます。胸部に頭部をはめます。ショルダーアーマーを左右に取り付けます。突起部分をショルダーアーマーのポリキャップにはめます。反対の腕も同じように取り付けておきます。胸部に腰部を取り付けます。左右の足を取り付けてサイドアーマーを取り付けます。最後にバックパックを取り付ければガンダム6号機の完成です。頭部は上下に動き一周回すこともできます。腕は手前側に引き出すことができ一周回すことができます。この部分が外側に展開して腕を外側に動かすことができます。ショルダーアーマーの下の部分が一周回ります。もう一つ肘の関節の下の部分が一周回ります。肘の部分は二重関節なので干渉するまで動きます。ハンドパーツはボールジョイントなので結構自在に動きます。胸部は前後と左右に少しだけ動きます。腰部との接続部分が一周回ります。フロントアーマーはかなり上まで動きます。サイドアーマーは45度ぐらい外側に開き回すことができます。リアアーマーは固定されているので動かないです。足は前方には90度ぐらいまで上げることができます。後ろ側はリアアーマーに干渉するのであまり動かないです。外側も90度ぐらいまで上げることができます。太ももの上の部分が90度ぐらい回ります。膝の部分は二重関節なので当たるまで曲がります。外側のスラスター部分は回転します。足首の部分は前後に動き回転させることができます。アンクルアーマーは上下に動きます。300mm キャノン砲は上下に動きます。ビームサーベルを外してエフェクトパーツを取り付けます。ハンドパーツに通せば持たせた状態の完成です。振ってみても動かないので保持力はあります。シールドはこのへこんでいる部分にジョイントパーツをはめます。これで腕に取り付けることができました。シールドの取り付け部分がボールジョイントなので少しだけ動きます。ビームライフルを持たせる場合には専用のハンドパーツを使います。指のパーツをはめてハンドパーツを腕に取り付ければ持たせた状態の完成です。振ってみても動かないので保持力はあります。ショルダーアーマーを外して未完成版のショルダーアーマーに変えます。腕を外して未完成版のショルダーアーマーに取り付けます。反対側の腕も同じように取り替えます。完成版の外装パーツを外します。未完成版の外装パーツを取り付けます。外していた足の部分を取り付けます。反対の足も同じように外して未完成版のパーツを取り付けます。このキットの完成です。足や腕などは二重関節になっているので非常によく曲がります。色分けとしてはバックパックの黄色の部分や足のスラスター部分の黄色の部分の色分けがされていないです。リアアーマーの黄色の部分も色分けがされていないです。パーツ交換で未完成版と完成版を選べるのはいいと思います。300mm キャノン砲がガンキャノンっぽくて結構好きです。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。